皆さんこんにちは、テクトです。実は私、先日アフリカテレビ主催の大会に出場していたんですよ。結果は惜しくも優勝に届かず準優勝になってしまいましたが、大会中に完全無傷のパーフェクトゲームを起こすことができたので、今回はその試合の解説をしていこうと思います。使用レジェンドは TF、ポータルは行動の大金子、スレッシュの聖書、バンドルカフェテリアです。TF なのでアイテムの自由度の幅が効くので、バンドルカフェテリアでシュリーマナナをやろうと思ってますね。行動の大金子に決まってしまいました。まあ別に悪いポータルではないので、この時点でアフェリオスをやろうと思っています。大会用クライアントのせいでカーソルが外に出なくて設定を変えてますね。トリスタナ、オリアナ、ケイルは弱いので取りません。この3体は星2になったとしても弱いので、買う必要があんまりないと判断しています。アッシュがいなければ入らないリサンドラを切って、アイオニア優先で瀬戸を購入。レクサイもかなり弱いユニットだと思っているので、マオカイとビエボの星2を見るためにこちらを購入しています。 TF は虹でさえなければ強いので、ここは脳死でパンドラアイテムを取ります。超大当たりアイテムのサンファイアをゲット。基本的にパンドラアイテムでもらった完成品はオーブになるように変換していきます。ここは念のため負けてもカサディンを変えるようにビエボをあえて買っていません。アフェリオスをやるに際してカサディンはとても進行で強いユニットとなりますし、ビエゴ自体が星2になったとしてもそんなに強くないので、リーチさせるに止めておくのがいいと判断しています。まあ相手がピルトオーバーで絶対に勝てるので買いましたけどね。そしてカサディンを購入。ゼドというユニットが弱いので、カルマにするかジンにするかで悩んでいます。ただ現状だとフロントのユニットを1枚でも多く置いておいた方が、サミーラがダメージを出せる時間が稼ぎやすいかと思って、このボードをキープしています。あとカルマっていうユニットが序盤本当に弱いので、ゼド優先している感じもありますね。個人的にカルマは星2になってようやく強いユニットだと思っています。ここは利子を取るにはどうすればいいかを考えています。サミーラは売るわけにはいかないので、それ以外のユニットでどうにかしなければなりません。次のラウンドでレベルを5にするので、その時すぐに入れるユニットとしてビエゴを抱えています。ジンは星2になればとても強いユニットなので、あまり切りたくありませんが、このラウンドで負けた場合は致し方なく切ることになるでしょう。ですが勝ったので売らずにキープ。ここは TF なのでアイテムは何でもいいです。カサディンを獲得できればとても強いボードを作ることができます。この動きができるのが TF の強みですね。本当に強いです。マジで TF おすすめ。サミーラも重なって火力は足りるようになったので、カサディンを入れてタンクを増やします。バスティオンがなくてもカサディンの星にはとても硬いです。ちなみにアフェリオスをやる際はデスブレから作るのではなく、グイーンソーから作りましょう。グイーンソーを先に作っておけば、最悪の場合ヤジールなどに逃げることもできます。さらに言うなら TF の3つ目のオーグメントでお金をもらいながらデスブレ、ワモブ、ブランブル、ドラプロを狙うことができるようになるので、グイーンソーがおすすめとなります。今のとこはビエゴかジンを売った方が良かった気もするのですが、周囲のプレイヤーを見ることに脳みそ使いすぎて忘れてますね。周り位置してるユニットを売ると、それはそれでボードが弱くなったりするので、悪い選択ではない気もします。
オーブからもらえた瀬戸で瀬戸が星2になりました。サミーラが重なっており、ワーウィックでジャガーノートも発動させられるのでチャレンジャー優先してますね。連勝しているのでレベルを上げます。エコーでローグを発動させようか一瞬迷ったのですが、弱そうすぎたのでやめました。階層記念も守るべきものも戦力を上げてくれるオーグメントではないので即リロール。ステータスマシマシはかなり強いオーグメントなので取りました。そしてショップにアーゴットが見えてます。アーゴットを入れることで勝てるボードが増えるだろうと思い、連勝を守るためにここは思い切ってレベルを上げることにしました。7連勝です。使ったゴールドによって失われた利子はこれでほぼ返ってきます。8ロックスきた。はあ、これが運命力。まあレベルを7に上げてるとこういう事故みたいなのも増えますね。タリックは絶対に使うので利子を無視して買います。今欲しいのは部員層を作るための弓ですが、シェンとかでも悪くないです。特に何も欲しいものがなかったのでお金の高いカルマを選択しました。ここからは若干我慢の時間です。リロールしてもいいんですが、有用なユニットが引けなかった場合大負けすることになるので自分はリロールしません。8ロックスとアーゴットもいて、この時間帯のボードにしてはかなり強いボードではあるのでリロール価値が低いのもありますね。ゼリが見えてるのでアフェリオスの代わりができるゼリを取っておくことに。ガンナーが出てないですがゾーン効果もあってサミーラより若干強いので入れ替えて確実に利子を取りに行きます。ゼリが引けているのでデスブレを作りやすくするためにソードを持っておくことにしました。こんな感じで用意しておくことでここで出たアイテムをスムーズに持たせることができます。アフェリオスが2枚来ました。しかも複製機がありかなり強いボードが組めそうな状態です。あまりにも強いボードが組めたのでここで負けるわけにはいかないと判断しレベルを8に上げました。リロールせずともフロントがかなり硬いので大丈夫だと判断しています。ここからはタリックの防具を作っていきます。最後のオーグメントは虹でした。サイバネティックリーチは合わないので別のオーグメントが欲しいところ、ダイスロールもフリーキーフライデーも両方微妙で残されたのは金玉。しかしボードがとてつもなく強いことを考えて金玉にしリロールして盤面を整え、さらなる連勝で無理やり卵を開けようとしています。アーゴットが重なったのでより強いボードになりました。現段階で重なってないタリックよりはジャガーノートも出ていて、かつ星2である瀬戸の方が強いと判断して瀬戸に防具を持たせています。
卵を開けるためにとにかく強いボードを作ろうとしています。ちょうど知見が作れたのでアーゴットに持たせて全てのリソースを使い果たしました。ここはタリックを重ねるためにタリックを獲得しに行きます。今とてもリロールすることで盤面が強くなる可能性が高いボードなので、ここはリロールしていきます。J4 が重なったのでフロントの枚数を減らしてもいいと判断し、セナを入れることにしました。重なってなかったらカサディンを抜くと脆すぎると思うのでシェンを抜くかなといったところです。タリック、シェン、そしてエイトロックスがリーチしているのでリロールします。やはりこういうリロール価値の高いタイミングでリロールするとボードが強くなりやすくていいですね。卵があと3ターンで開きます。ここまで来ればほぼ勝ち確ですね。一応はアーリの代わりに入れるアイオニアとしてカルマを持っています。ここでライズ出現。次で卵が開くのでライズが入れられると判断しキープしてます。IE とコレクターはエイトロックスとそこそこ相性がいいので持たせました。アーゴットにデスブレはそんなにいいアイテムではないのですが、悪いアイテムでもないのでつけてしまうことに。ここはライズのアイテムをアーリに付け替えるために取り外し装置を取っておく選択をしました。盗賊のグローブが欲しかったのですが、迷ってる間に時間切れになって聖杯になってしまいました。まあ悪いアイテムではなかったのでギリギリセーフですね。ゾーンポータルなのでライズのダメージを下げないためにも無理やりレベルを上げるようなことはしません。ここでようやく、そういえばゾーンポータルの時って祭壇とかついたじゃんって気づいてます。要はフレヨルドが発動してなくてダメージが通りづらい状況をライズが支えてくれてるわけですね。敵の J4 はフェリオスの位置に行かせないようにボードの配置を調整してます。
さすがにお金を使わずにいるより、使って星2の8ロックスとライズを作った方が強いボードになるだろうと判断し、レベルを上げてリロール。ライズとセナが星2になりました。ハイマーはゾーンライズがいるのでアップグレードするつもりはありませんが、とりあえず雑に入れても強い駒なので入れます。アーリが来たのでアイオニアも発動し、強いボードになりました。アーリのマナリーブ効果も本当に強いので、このボードはほぼ100点の出来上がりだと思います。このベルベスは最終的にアーゴットと入れ替える予定で持ってあります。この後自分が連敗するようなことがあれば、ベルベス星2を作って勝つつもりでいる感じですね。加算手に8ロックスが蹴られるとまずいので、配置をずらします。GG。ということでお疲れ様でした。この大会の本配信はアフリカテレビというところで見られます。1位をもう1回取ってる試合もあるので、もし興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。